Hi guys, JFK ことジョン・フランシス・カマトです。今日は1月20日にあった、バイデン新大統領の就任式について、浜山リカさんと解説をしていきたいと思います。じゃあ僕の方からその就任式について解説する前に、まずリカさん、ちょっと感想を一言もらってもいいでしょうか。見ましたよ。ボックスで YouTube で見ました。うん。でもそのあれ、それ前に、はライブで見ましたが。いや、なんか1時間くらいの長さのやつがもう再放送っていうかビデオにアーうカイブされん。てて、それを見たんですけど、その前に、バーニー・サンダースのジャケット着て、マスクして、なんか機械のところで座ってる写真が今すごくミームになってるじゃないですね、すか。ごいよね。あれね、いろんなとあれは、ころでみんな上げてるから。あれ日本だけ違う。あれはアメリカだけ？なんか俺のモンゴルの友達もなんかね、あげてたね。T シャツ、バーニーがなんかこうやって腕組みしてる、あそう、の、なんかこの、写真がなんか、T シャツになってたりして。バーニー、ね、シュールだと思うと同時に、世界中が関心を持ってるって、まあ、やっぱりアメリカが未だに影響力がある国なんだなって実感するね。今年の2021年の就任式は、まあ、これまでの就任式とちょっと違って、まあ、特別な点が3点あります。で、1つ目が、まず観客がいない。うん、通常、まあ、就任式っていうことになると、そのキャピタルヒル、アメリカの議会あたりに広場があるんですけど、まあ、そこにぐわーっていっぱい人が集まって、まあ、その新大統領のスピーチを見るっていうのが、まあ、その慣習、になってるんですけど、今年は、一つはコロナ対策。で、二つ目の理由がテロ対策。うん、まあ、就任式に週間前にその議会が占拠される、人が死んでしまっている事件があって、で、それが終わった後も、その政治家たちが襲撃されるという可能性は否めなかったこともあって、まあ、その1月6日から就任式までずっと厳戒態勢が、取られてきました。二つ目の点は、152年ぶりに、前任者の大統領が参加しない、就任式となったのが2つの特別な点です。まあ、就任式のなんかトラディション、伝統として、あの、新しい大統領になった人を、まあ、前任者である大統領が見送る就任式に一緒に参加するっていうのが、まあ、その長い間伝統になってきたんですけど、トランプ大統領はその伝統を、まあ、打ち壊して、まあ、自分のプライドもあったでしょうね。まあ、彼は、まあ、バイデン新式に参加しませんでした。で、まあ、彼は、その初めて就任式に参加しなかった大統領、まあ、じゃなくて152年前も同じことをした人がいました。です。アンドリュー・ジョンソンっていう、大統領が、まあ、グラント大統領の就任式に参加しなかった、まあ、ことが、まあ、歴史に遡れば、まあ、ありました。3点目の、就任式の特別な点は、まず、史上初の、アメリカ史上初の女性の、しかも有色人種の、まあ、副大統領が誕生した。かつ、まあ、78歳という最高齢の大統領が誕生したっていう、まあ、特別な部分もありました。で、次回は2月上旬からトランプ大統領の弾劾裁判がスタートするという報道があったので、その部分について解説をしていきたいと思います。はい、リカさん、来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがお願いとうございします。ました。お願いします。リカさん、コメントなり、あるでしょうか？はい。日本にいる、そのアメリカの政治とかに関心があったり、もしくはなかったりする人たちが、そういったすみません、バイデンさんの就任式を、の見どころポイントは今回何だったと思いますか？なんか見る価値というか、おすすめポイント。おすすめは、普通に戻った感じがする。アメというのはリカが。そう、もうトランプ4年間でいろんな、常識、僕たちがアメリカがこうであるべき、こうするべきってある常識がことごとく、破られていった、打ち砕かれていった。で、それに慣れちゃったことで、今までのアメリカ、世界の、を引っ張っていくリーダーであり、で、あと倫理的に、優れているリーダーが、大統領さんに作っていることが、ちょっと頭から離れてたっていう部分があると思うんですね。それはで、そう、トランプさんが大統領だった時の4年間のことを振り返って。そうそうそう。で、そのトランプ大統領がいなくなって、バイデン大統領っていかにも鼻がない、あまりキラキラしない人が
まあなんか大統領になったことで、なんか元のアメリカというか、が戻ってきたっていう感じがすごいして。で、まあ、良くも悪くも、まあ、なんだろう、トランプ政権の時よりかは、まあ安心して、まあなんか何をやるかがある程度予測できる人が大統領になっていくことで、まあちょっとなんかなんだろう、安心感が漂う感じはすると思います。そうだよね。どちらかというと多分世界中はさ、まあ、バイデンさんよりかはカマラ・ハリスさんの方を注目してるんじゃないかなっていう私は思っていて、まあ、女性で初めてだし、有色人種、南アジア系かつ黒人系の女性で初めて副大統領のポジションにつけた方じゃんだから、なんか彼女の注目度の方がすごく大きいし、今後、まあ、何かもしバイデンさんに何かあったらさ、彼女が大統領になるわけじゃん。そうだね。だし、2024年ってさ、ハリスさんって、選挙に出られるの？大統領選。いや、僕は、バイデンもう一回、再選に向けて選挙すると思うけどね。大丈夫？その時まで、健康でいらっしゃるかな？僕は、まあなんか結構な健康不安とか言われてるけど、まあその失言とかいっぱいして、だけどその失言をするっていうのはバイデン大統領の、なんだろう、チャームポイントの一つで、まあ彼40年ぐらいずっと政治家としているけど、まあずっと失言ばっかしてるし、で大統領選2回出たんだけど、それが両方負けた理由が、まあ失言なの。っていうのは、なんか、どういうこと？失言っていうのは？で、まあなんかまあその失言いっぱいするせいで、なんか認知症じゃんとか言われるじゃん。だけど、まあそこがあまり関係してないと僕は思う。いや、なんか、普通にお年じゃん。普通にバイデン氏70後半とかでしょ？まあ、だからそこの部分上げて僕は健康はあまり心配がないんじゃないかなっていう、思った。なるほど。で、もう一つ、もう政治に50年ぐらいいるってことは、もうよっぽど政治が好きじゃないと続けられないと思うのね。で、それはイコール、まあ、すごい政治に対して情熱があるっていうことだから、まあ、そんな情熱がある人がもう一回大統領の座をかけて選挙するって考えない方がおかしいんじゃないかと思う。だから僕はハリスさんが2024年に大統領との座を争うかっていうのはあまり、なんだろう、予想はしてないです。なるほどね。まあ、そうだね。今のカマジが言ったことも理解できるし、バイデンさんがさ、例えば100日間、次の100日間のうちに、ワクチンを接種する人を大幅に増やしますとかさ、いろいろ掲げてるじゃん。それを達成できるかどうかにもやっぱかかってくるんじゃないかな。どのくらい有言実行できるかみたいな。まあ、もっと大きなスパンで考えて、2022年の中間選挙までにどれぐらいのことが達成できるのかっていうのが一つの大きなテーマだと思う。今、その、現時点では、ジョージア州の選挙勝ったおかげで、下院、上院、大統領と、立法府、行政府両方民主党が握ってる状態。だから、ある程度、イニシアチブを持っていろいろできる。だけど、もし2022年に、まあ、その、下院、上院のどれかで負けちゃったら、まあ、そこで一気にもうできることの幅が狭まってしまう。で、そうすれば、まあ、もしくは、まあ、仮にバイデンが、まあ、誰が民主党大統領の候補に2024年になるかわかんないけど、まあ、すごい難しい戦いを強いられると思うから、まあ、2022年までにどれぐらいやることをやって、国民の期待に応えるかが、すごい大事な目標になってくるかなとは思います。